皆さん、こんにちは。ゆうです。Hey guys, this is Yu from the Coffee Fukuoka channel. この間は、たくさんのコメントありがとうございました。すごい、嬉しかったです。今日はまた、ちょっとコーヒー動画、コーヒーレビューをちょっとしたいと思いまして、で、今日は、フスクコーヒーという、コーヒー屋さんの豆なんですけれど、結構フスクさんにはお世話になっていて、すごい、素晴らしい方で、もう一つの、チャンネル、コーヒーリンガルっていうチャンネルがあるんですけど、そこで、出てきてます。だから、リンクは貼っておくので、なんかそこでちょっと見てみてください。すごい、魅力的な、店主ですね。で、彼は結構、いろんな種類の豆とか焼くんですけど、その中のエチオピアの深入りっていうのを、こういうパッケージなんですけど、これですね。で、僕は結構飲んでるんですけれど、ちょっと皆さんにも、どういうような、なんか味がするのかっていうのを、なんか紹介したいなと思って。で、この間と同じ感じでちょっと 18g でだいたい 200ml 抽出していきます。で、豆が、ですね、ここちょっと見えるかわかんないですけど、あの、ちょっとキラキラしているんですけれど、油がちょこっとだけ出てて、深入り、フレンチロースト、フルシティロースト、その焙煎度合いの間ぐらいなんですけど、ちょっと苦味の方が、出ているような、世間ではよく深入りっては言うんですけど、こんな感じですね。で、今日のセットアップは、この間と結構似てて、ハリオのビーカーを使って、で、あとは、山陽産業のコーヒードリッパー101っていうやつで、うーんと、フラワードリッパーが出る前のドリッパーとして、定番のやつです。で、ペーパーがこんな感じなんですけど、えっと、僕は同じ方向にいつも折ってます。で、あとは、コツとしては、ここの下の部分を、しっかり、中に押し込む感じで、はめます。で、それに、また後で濡らすんですけど、
人によるんですけど、僕は結構もう前に濡らすのが好きで、濡らす理由は、一つは、何ですかね、このペーパーがしっかり、うんと、このドリッパーの、くぼみにこう付着してくれるんですよ。で、もう一つは、最初に出たコーヒー液が、しっかり落ちる、その紙に吸収されないっていうのが、でもそれはなんか深く考えすぎだから、あんまそこはどうでもいいんですけど、でも僕は、先に濡らすのが好きです。今日はちょっと粗めに引きました。で、理由は、これが台形だっていうことで、ちょっと抽出するのに時間かかっちゃうから、できるだけスーッとお湯が通るように、粗めに引いてます。香りはすごい、ベリーでちょっとワイルドな感じがします。あと、やっぱり、すごいインパクトがあります。エチオピアはすごいインパクトのある、香りとフレーバーがあるのかなって思います。で、今のところ、僕のスタイルとしては、台形に関しては、少し入れて、
だいたい落ちきったらまた入れるみたいな。なんか、ずっと豆をお湯に浸しておかないみたいな、そんな感じかな。だからまあちょっと時間かかっちゃうんですけど、まあでも別にずっと豆がね、水に浸してないから、まあ苦味とかえぐみがそこまで出ないのかなって思ってるんですけどね。今日はこういうちょっと可愛い陶器のやつを使います。で、冬とかは陶器はやっぱり結構冷たくなるから、まあなんか入れるお湯でちょっと温めておくと結構いいです。まあ味としてはすごいインパクトのあるね、なんかまあ結構ベリーな感じ、なんかワインを煮込んだ感じの、煮込んだ時のね、なんかソースっぽくなる、そんな味だったり、あとはなんかベリーソースっぽい感じがなんかします。で、結構インパクトがあって、まあ、やっぱりなんか、もう、フスクさんのところで、もう一つ、エチオピアの深入りを使った、まあ、ブレンドがあるんですけど、それがすごい美味しくて、まあ、やっぱり結構エチオピアの深入りっていうのは、なんかブレンドに合うなって思うんですよ。だから、まあ、そのままでももちろん全然美味しいんですけど、なんかブレンドにしてもすごい合うなって思います。うん、本当に美味しい。で、あとなんか甘い。で、これ結構フレンチっぽいのに、まあちょこっとなんか酸味がなんか出てます。すごいいいです。うん。はい。今日はまあここまでここで終わるんですけれど、あの、フスクさんの、フスクコーヒーの、リンクとかは貼っておくので、まあなんかよかったら見てください。で、なんかまた近いうちにショップとかなんかそういうのも作るらしいので、まあなんか注文だったり、そういうのは別な県でもできるそうなので、まあまた、はい、それもちょっと後ほどなんか、詳細とかに加えておきます。今日はじゃあここで終わります。See you guys!